Всем привет! バーチャル革命家のネリーと、セプリビエットバーチャル山梨 VTuber のイバンカです。はい、今日は前回に引き続き、イバンカちゃんに VR チャットで使えるロシア語を教えてもらいたいと思います。よはい、今回もね、ロシア語を勉強していきましょろしくお願いします。う。ところであれからロシア語を使ってる？どう？使ってる。使ってるよね。なんか、本当？配信で使えてると思うんだけど、どうでしょうか、イバンカ先生。私もね、配信ちょっと見に行ったので、おお、多分使ってたと思いまやっす。たー役に立ってます。やったー、よかったー。はい、前回のロシア語講座は前編にあるので、まだの方はぜひ見てください。見てくださいね。では早速やっていきましょう。では今日最初のフレーズは、何々してもいいですか？これをロシア語で言うとどうなりますか？これもよく使うね。そう。例えば、トイレに行ってもいいですかとか。なるほど、なるほど。何々してもいいですかってロシア語で言うときは、モジナの後に動詞をつければ、何々してもいいですかという表現になります。うん。例えばさっきのトイレに行ってきてもいいですかという表現は、モジナハジチフトワリエットというふうに言うと、トイレに行ってきてもいいですかという表現になります。なるほどね。можно ходить в туалет。はい。あとは場面に応じて動詞がもう分かる想定される場合、例えばお店の中で店員さんに向かって商品を指さしてモジナといえば、これ買ってもいいですか、これいいですかっていう風な表現になります。ああ、なるほど。なんか旅行行った時とか結構使えそうですね。そう、使いますね。便利便利。本当に例えばドアの前でモジナって言えば入っていいですかっていう意味になります。なるほど。あとはレストランとかでお店の人呼びたい時とか、モジナって言えばちょっと丁寧なね、すいませんという表現になりますね。ああ、なるほど。モルジナ、これはめちゃめちゃ使えますね。覚えておきましょう。じゃあ次は、何々してもいいですかって聞かれた時の返事で、いいよって言いたい場合は、何て言いますか？ OK。これはちょっと日本語でもあるけど、2つグレードがあって、まずは、хорошо。хорошо。хорошо。これはもうね、わかると思うけども、хорошоっていうのは、いいよとか、いいねとか、何でも使えるんだけど、積極的な肯定するときに使う表現ですね。そうですね。なんか相手をすごく肯定してる感じがありますね。いいね、хорошо。ね、そういう風に使います。はい。あともう一つは、ラーナ。ラードナ。これは、まあいいよとか、しょうがねえなとか、はいはいみたいな感じで使います。ちょっと消極的な感じがするね。そうだね。消極的な固定の言葉ですね。ラーナ。なるほどね。じゃあ自分がなんかどの程度いいよって思ってるかに応じて、хорошоとラードナを使い分けると、いい感じなのかな。そうすると相手に、この人あんまり同意してくれてないんだなとか、めちゃくちゃ嬉しそうやんっていうのがね、伝わりますので、使い分けてみてください。なるほどね。使い分けていきましょう。じゃあいいよっていう表現を学んだら当然逆にダメっていう場合も学ぶ必要がありますよね。イエスマンじゃね、いけないからね。イエスマンじゃやっぱり生きていくことはできないのだ。時には断る勇気も必要。ではロシア語でダメですという表現、これはニリジアと言います。ニリジア。ニリジア。これは、結構強い否定の表現で、もう絶対ダメ、もう禁止されてますっていう表現で使います。なるほど。結構きつい感じのダメなのかな。そうだね。例えばジェシニリジャクリッチというと、ここは禁煙ですという表現になりますね。なるほど。じゃあどっちかっていうとダメみたいな緩めのダメの場合はどうですか？もっと弱い否定の表現。これはニェットになだというと、ダメだよっていう感じの表現になります。なるほど。これはあとニェットになだの場合はいらないっていう意味にも使えるので、場面に応じてね、使い分けてみてください。はい、使い分けていきましょう。じゃあ次はなんとなくっていう表現。なんとなくね。そう。例えばなんか聞かれた時にすぐ答えが用意できなくて、なんとなくみたいな風に濁すことってあるじゃないですか。あるあるある。めっちゃある。例えば私の場合はなんで頭に羊の角がついてるんですかみたいな。なんかそれをちょっとなんとなくって言っちゃうことがあるんですけど、そんな感じでなんとなくっていう表現がロシア語にありますか？わかりました。ロシア語で何か質問をされて、なんとなくって答えるときは、プロスタと言います。プロスタ。プロスタ。これはどういう意味ですか？これはロシア語で単にとか単純なっていう意味の言葉なんだけど、その質問なんでっていうことに対しての答えとして使うと、なんとなくみたいなすごい曖昧な答えになります。なるほどね。なんかプロスタって返したくなる時もあるよね。
あります。私はね、質問を受けた時は大体プロスタって言って返します。答えるのめんどくさいから。まあロシア語でね、なかなか答えを全て全部言うのは難しいから、プロスタに逃げる時もたまにあります。なるほどね。まあ大事ですよね。まあそれでもちゃんと何も言わないよりは答えがあった方が良い。そうだね。そういう表現も使える表現として覚えていきたいですね。ぜひ覚えてください。はーい。じゃあ最後はね、かっこいいじゃんとか、いいじゃんとか、すごいとか、相手を称賛したい時に使える言葉を教えてください。うんうん。いいね。相手を褒めるのはね、コミュニケーションの基本だから。そうそう、基本。これは絶対覚えたいですね。そうなんですよ。めちゃめちゃね、使うしね。めちゃめちゃ相手を称賛したい時、私あります。わかりました。じゃあね、単純にいいっていう時は、хорошって言ってもいいんだけど、例えば、かっこいいっていう時、こういう時は、クルータというふうに言います。なんか私もたまにYouTube のコメントでクルータって来てることあるんですけど、あれかっこいいってめっちゃ褒められてたんですね。めちゃくちゃ褒められてる、それ。いいよ、めちゃくちゃ褒められてるよ。やったー。そうそうそう。もともとは鋭いっていう意味の言葉なんだけど、英語のクールに近い表現かな。クーがクルータ。なるほどね。わかりやすいです。クルータ。そうです。じゃあ次は、何かこう、いいじゃんとか、すごいっていう時。こういう時ロシア語では、クラスナというふうに言います。クラスナ。クラスナも結構よく聞きますね。なるほど。うんうん。これはね、クラスっていう言葉から来てて、クラス感のあるっていう表現が元なんだけど、今では普通に派手とか豪華とか、すごいっていう表現で使います。なるほど。クラスナも結構聞くし、めちゃめちゃ汎用性のある言葉って感じですね。そうですね。これは結構女性がメインで使うっていう印象があるかな。そうなんだ。じゃあ我々もいっぱいクラスナと言っていきましょう。そして軽率にみんなを褒めていきましょう。そうですね。褒め倒していきましょう。褒め倒していきましょう。この動画もクラスナ。クラスナですよ。はい、今日はイバンカちゃんに VR チャットで使えるロシア語の表現を教えていただきました。やったー。やったー。うらー。今日学んだフレーズは本当にロシア語だったらよく使う表現だから、ぜひ覚えて使ってほしいと思います。全部覚えましょう。そして全部使い倒しましょう。ぜひ使ってくださいね。はい。というわけで皆さんもぜひ今日学んだ表現を覚えて、ロシア人と話す機会があったらぜひ使ってみてください。使ってみてくださいね。バーチャル革命家のネリーとバーチャル山梨 VTuber のイバンカでした。それではまたね。パカパカ。またね。パカパカ。収益化したいよ。チャンネル登録と通知オンよろしくね。収益化、収益化、収益化。チャンネル登録お願いします。